皆様どうもこんにちは。スパイクスタジオのスパイクです。本日制作していくのはこちら、水星の魔女のザ・ウォートですね。今回のテーマは水星の量産機。もともとザ・ウォートも量産機ですが、水星キットをあれこれ混ぜ合わせてオリジナルの量産機を作っていこうかなと思います。今回テクセで隙間時間にあれやこれやと混ぜ合わせていったので、少し動画素材が少なかったので短めの動画になりますが、要点を押さえて綺麗にまとめることができたので、ぜひ最後まで動画をお楽しみください。さて、そうこう言ってる間にザ・ウォートの素組みが完成しました。動画データを見たところ、発売当時に作っていたので2年半くらい寝かしていたんですね。というか、水星が終わってもう2年くらい経つってのにビビりますよね。時の流れは早いものです。とりあえずテクセでざっくりとミキシングをしてみました。上半身はザ・ウォート、肩は鉄血のゲイレール。この肩めっちゃ好きなんですよね。腕は水星のデスルター、腰は水星のファラクト、脚部も水星のガンボルバ。肩以外はほとんど水星キットでまとめてみました。接続軸はほぼ同じなので無加工で取り付けることができています。結構早い段階でうまくまとまりましたが、ここからさらにブラッシュアップをしていきましょう。まずは頭部の首周りの加工から。ザ・ウォートの首は結構詰まっているというか、中にすっぽりと入り込んでいる感じで、今回の組み合わせでいくとずんぐりむっくりになっちゃうので、ここは加工していきます。使ったのはデスルターの首周りのパーツ。これに元のザ・ウォートの首パーツを接続。もちろんこのままでは首周りに収まらないので少し加工。まずはデスルターのパーツの周りの余分な部分をニッパーでカット。裏側の出っ張りもカットしてフラットな状態にします。ヤスリで整えたら首元に収めて接着。これで顔がニョキッと飛び出しましたね。続いて腰周りの加工。こんな感じでサイドアーマーを取り付けてみました。水星のキットはほとんどこういう感じのサイドアーマーがないので、G レコのモンテーロのパーツを持ってきました。取り付け位置は足関節の真ん中くらいにしています。取り付けの方法は至ってシンプルで、関節パーツの真ん中くらいにこんな感じで 1mm 穴を開けて真鍮線を接続する方式です。早速穴を開けていきましょう。ぶっちゃけここに穴を開けちゃうと足の可動が少し制限されてしまうのですが、あまり完成プラモは動かさないタイプの人間なので、今回は気にせず穴開けた穴に真鍮線を刺しておきました。次にサイドアーマー側の加工を。裏面に 3mm 穴が開いているのですが、そのままでは 1mm 真鍮線で固定できないので、適当なランナー棒をカットして 3mm 穴にぶち込んでいきます。穴にランナー棒を差し込んだら長さを調整してカット。流し込み溶剤で固定し終わったら真ん中に 1mm 穴を開けていきます。穴を開け終わったら先ほど関節に刺した真鍮線へ接続。シンプルな接続でちょっと見栄えが悪いですが、全体的なバランスを見るとここに取り付けるっていうのがベターだったんですよね。取り付けるとこんな感じに。まあいい感じじゃないでしょうか。続いて腕のパーツの加工。こんな感じでデスルターの二の腕のパーツを水星のルブリスウルの二の腕パーツと差し替えてみました。元のデスルターの関節にかぶせていくのですが、ウルのパーツのサイズが少し大きいので、調整のためこのようなプラ板で作った軸を貼り付けています。ウルのパーツの内側に溝があるので、そこと噛み合わせて固定しちゃおうっていう寸法ですね。サイズ感は少しガバいですが、溝にはめることで動かなくはなるので十分でしょう。使ったのはランナータグのこの部分、平たい部分をニッパーでカットして大きさを調整していきます。カットしたパーツをヤスリで微調整。小さいパーツなので加工が大変ですね。とここでチラ見えしちゃいましたが、新しいツールを購入しました。後ほど少し紹介させていただきましょう。加工したパーツをデスルターの関節に接着。乾燥後パーツをかぶせれば腕の完成です。ちょっとした変更ですがバランスが良くなったような気がしますね。そして先ほどチラ見えした細かいパーツの調整のために使用したのがこちら。ゴッドハンドさんから発売されている指先ピンセット。先日東京の展示会ネクスポに参加した時に物販コーナーで手に入れることができました。ネット販売が開始された時にすぐに売り切れていて気になっていたんですよね。構造はすごくシンプルで、指先でつまんでいるような感覚で小さなものもしっかりとつまめるピンセットです。持ち手の丸穴を軸に回転させて使いやすい向きで持つことができて、表面がザラザラに処理されていて滑りにくく、小さな対象もしっかりつまむことができます。こういう小さいパーツのヤスリがけをするときに指が痛くなったり指をやすってしまったりしていたのですが、これさえあれば手軽に小さいパーツの処理ができますね。いい買い物をしました。ネットではまだ売り切れが続いている時が多いので、再販時にはぜひチェックをしてみてください。かなりおすすめです。
で、今何のパーツを削っていたかというと、ザオートの肩周りが少し寂しかったので、こんな感じで片方だけディティールアップパーツを追加したんですよね。で、これは何のパーツかというと、先日知り合った 3D パーツの出力販売を行っているポリプロくんにいただいた 3D 出力名刺のディティールアップパーツをカットして使ってみました。いや、洒落た名刺ですね。今度サークルメンバーとポリプロくんとのコラボ企画もあるのでお楽しみに。もう少しディティールを追加していきましょう。胴体横にこんな感じで 1mm 穴を開けて面取りビットで処理をしました。反対側も処理していきましょう。同じ位置をめがけて 1mm ピンバイスで穴を開け、グリグリっと貫通させちゃいます。穴が開いたらこの配給パーツの面取りビットを使って穴の縁を整えます。開けた穴の上からグリグリすると穴周辺に縁取りができて、ただ穴を開けるよりもいい感じになるのでおすすめです。かなりいい感じにまとまってきました。もうちょっとパーツを追加していきましょう。足がガンボルバそのままってのもなんだったので、追加の外装を取り付けてみました。使ったのは G レコに登場したグリモアをベースに改造されているビルド系機体グリモアレッドベレーの脚部、左右アシンメトリーにしてみようかと思います。片側には展開して刃物が飛び出すギミックがついているパーツ、もう片方はそれを外した外装だけにしてみましょう。接続は至ってシンプルで、ガンボルバの脚部にそのままかぶせて流し込み溶剤で接着。ここは色を揃えるのでそのまま接着しても大丈夫です。溶剤をつけたらしばらく押さえ込んでがっちりと接着。下の関節部分につかないように注意しましょう。接着剤が乾燥した状態がこちらです。ガンボルバの足のラインともマッチしていて悪くはない感じですね。アシンメトリーなのも個人的にはお気に入りです。ギミックを取り外した方の足には穴が開いているので、適当なディティールアップパーツを埋め込んでいきました。ここもそのまま塗装をしてしまう予定です。さらにもう少しパーツを追加していきましょう。上半身の後ろ側というかバックパックに当たる部分が少しのっぺりとしていたので、寿屋のディティールアップパーツを取り付けていきます。カットしたパーツをヤスリがけて溶剤で接着。特にこれの意味はないんですが、なんか雰囲気でパーツを選んでいます。まあまあ悪くないんじゃないでしょうか。続いて頭部の加工。ザウォートのアンテナでも良かったのですが、少し加工。まずは元のアンテナをぶった切ります。ツンテレテンになった頭部をヤスリで整え、根元の部分は埋めたままにしておきました。こんな感じになったのですが、さすがに少し寂しいのでビルダーズパーツのアンテナを取り付けます。少し大きなアンテナしか残っていなかったので、カットして加工して微調整を。このパーツの上半分だけを使いましょう。しかし実はこのパーツ加工して取り付けたまでは良かったのですが、塗装時に紛失、泣く泣く下半分の方を加工して使うことになってしまいました。妖怪パーツ隠し許せねえ。アンテナを差し込むために頭部に 1mm の穴を開けておきます。加工したアンテナをぶっ刺したらこんな感じに。ほんとどこ行ったんでしょうね、このパーツ。かなりまとまってきました。最後にリアスカートの改造。G レコのジャハナムのリアスカートがジャンクに入っていたので、これを取り付けます。ファラクトのリアスカートの上からかぶせて接着しちゃいましょう。少し余分な部分が多かったのでニッパーでカットして大きさを調整。ファラクトのオレンジのパーツがチラ見えするように調整をしました。一旦ファラクトのパーツを取り外して微調整。うまくかぶさるように角の部分をヤスリがけしておきました。後で外れてしまわないようにグッと力を入れて接着。取り付けるとこんな感じにちょうどいい大きさになったのではないでしょうか。これにて改造は完了です。全体像を見てみましょう。水性のキットでまとめてみるといったものの、蓋を開けてみると G レコのキットをかなり多く使っていますね。元のミキシング案もシンプルで良かったのですが、少しパーツを盛ることによってミリタリー感が増したのではないでしょうか。それではここから塗装をして仕上げていきましょう。今回塗装パートは割愛、後ほど使った塗料の紹介だけさせていただきます。塗装したパーツに墨入れを行いました。今回使ったのはグレーの墨入れ塗料。淡い色調でまとめたので薄めの墨入れ塗料で仕上げていきます。拭き取りはいつものジッポーオイルなので割愛。墨入れ完了後少しパーツの接着を。太もも裏にベギルベウかなんかのかかとのパーツを接着します。ここは塗り分けが必要だったので塗装が終わってからの接着となりました。両方取り付けるとこんな感じ。続いて水転写式デカールを貼り付けていきましょう。水性系のデカールは結構簡単に手に入るので嬉しいです。バンダイさんにはもっとデカールをバンバン再販してほしいところですよね。使いたいデカールをデザインナイフでカットしてお水に浸していきます。浮いてきたデカールにマークフィットスーパーハードを塗布して本体に貼り付け、位置が決まったら綿棒で水分を取ってフィニッシュです。1日乾燥後仕上げにプレミアムトップコート半ツヤを吹いたら完成。ザウォート回収機陸船量産型ザウォートの完成状態をご覧ください。
というわけで今回の改造はいかがでしたでしょうか。水星キットと G レコキットをうまいこと組み合わせてフルメタルパニックのアームスレイブっぽい機体を作ることができました。頭部のアンテナをなくしてしまったのが本当に悔やまれます。一応残っていた部分を加工して事なきを得たのですが、やはりなんかちょっとしっくりと来ないです。たまにはそんな時もありますよね。今回使った塗料の紹介を。すべてガイアカラーで下地のサフはメカサフヘビー。メインのグリーンにはライトグレーグリーン。黒色にはフロストブラック。紺色部分はダークイッシュパープル。武装類にはガンメタを使用しています。このライトグレーグリーンっていうのは初めて使いましたが、かなりいい色味ですよね。バグラムカラーとかだったと思うのですが、ぜひ他の作品にも使ってみたいなと思いました。本体はグリーンを多めにしてデカールで差し色を少し入れているのがお気に入りポイント。足のオレンジや各部白のデカールで少し情報量が増えていていい感じですね。ぶっちゃけサイドアーマーのせいで少し足の可動域が狭いですが、大股を開くっていうことはほぼないので十分でしょう。結構いろんなキットを混ぜましたが、うまいことまとまって大満足の一作になりました。当チャンネルでは今回のようなプラモデルの改造から完成までの様子を一本にまとめた動画を定期的に投稿しております。ぜひチャンネル登録、高評価の上、作業のお供に別の作品動画も見ていただけると幸いです。制作に関する質問なんかも受けておりますので、ぜひコメントしていってくださいね。またメンバーシップも開いておりますので、活動を応援してやってもいいぞっていう方はぜひチェックしてみてください。11月には関西最大級の模型展示会モデラーズフェスティバルへの参加も決まっているので、それに向けてもう何作か新作を作っていきたいですね。サークルコラボ作品も制作予定なのでお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。